障害者の貧乏人め、こんな男に娘は渡せない。結婚式の最中、義父が放った言葉が静まり返った会場に響き渡った。車椅子に座る俺を見下ろす彼の目には露骨な軽蔑の色が浮かんでいる。娘の人生を台無しにする気か？会場の空気が凍りついた。誰もが息を潜め、この異様な光景を見守っている。招待客たちの間から小さなざわめきが漏れ始めた。確かに俺は車椅子の身だ。1年前の事故で下半身の自由を失った。だが、それは彼の娘を守ろうとした時の代償。トラックにひかれそうになった彼女を突き飛ばした瞬間の記憶が、今でも鮮明に残っている。お父様？その時、神父が立ち上がった。純白のドレス姿で、颯爽とマイクの前に進む。その表情には、これまで見たことのない激しい怒りが浮かんでいた。そんなことを言って、まさか彼の職業を知らないんですか？神父の声が会場中に響き渡る。義父は困惑した表情を浮かべている。障害者だから、貧乏人だから、そんな偏見で人を判断して、本当に恥ずかしくないんですか？神父の言葉には凄まじい迫力があった。義父の顔がみるみる青ざめていく。彼、実は、神父の告げる真実が、この結婚式を、そして俺たちの人生を大きく変えようとしていた。俺の名前は柏木修介。29歳で大手企業の課長を務めている。柏木課長、この案件の進捗について、先ほど顧客から承認をいただきましたよ。もう、早いですね。今日も次々と舞い込んでくる案件をさばきながら、俺は部下たちと息の合った仕事を進めていた。最年少での課長昇進から3ヶ月。当初は不安の声もあったが、今では誰もが認める存在になっていると自負している。さすが柏木さん。ありがとう。でもみんなのおかげだよ。照れくさそうに言葉を返しながら、俺は部下たちの成長を実感していた。彼らの頑張りがあってこその今の自分だ。そう思うと、もっと頑張ろうと思える。修介さん、お疲れ様。昼休憩になると、優しい声が耳に届いた。振り向くと、そこには佐伯愛の姿があった。紺のスーツに身を包んだ彼女は今日も美しい。愛は俺の婚約者であり、直属の上司である佐伯部長の一人娘だ。俺たちの交際を公表した時は、上司の娘との職場ロマンスとして社内で祝福された仲だった。お疲れ様、愛。周囲の目を気にしながらできるだけ自然な声で返す。今日の夜、父が一緒に食事でもどうだろうって。その言葉に俺は少し緊張する。佐伯部長との会食は問題ないが、婚約者の父親を相手にすることはどうにもなれない。部長との関係は今でも少し気を使う。だが、愛との結婚を認めてくれた時の言葉は今でも鮮明に覚えている。柏木くん、君なら愛を任せられる。その言葉を胸に、俺は毎日全力で仕事に取り組んでいた。もちろん、喜んでいくよ。俺が答えると、愛は少しうつむきながら言葉を続けた。実は、父が私たちの結婚式の日取りについて相談したいみたいで。その言葉に、俺の心臓が高鳴る。結婚式。二人の新しい人生の始まりを告げる大切な節目。そうだったんだ。せっかくだから話し合おうか。嬉しさを隠しきれない俺に、愛は優しく微笑んだ。夕方になり、仕事を片付けながら。俺は窓の外を見やる。都会の喧騒がガラス越しに届いてくる。柏木課長、お先に失礼します。帰宅する部下たちに手を振りながら、俺は今夜の会食に思いを巡らせていた。佐伯部長にどんな言葉で結婚式についての希望を伝えようか。修介さん、そろそろ行こう。愛の声に我に返り、俺は立ち上がった。会社を出て、愛と二人で歩く道すがら。俺は時折、ちらりと横顔を盗み見ていた。父、楽しみにしているの。修介さんのこと、本当に信頼してるから。その言葉に胸が温かくなる。入社以来、佐伯部長には公私ともに世話になってきた。部下として、そして婿養子として、必ず期待に応えたいと強く思う。ねえ、修介さん。愛が立ち止まり、俺の目をまっすぐ見つめた。
街灯に照らされた彼女の瞳が優しく揺れている。結婚式は桜の季節がいいなって。その言葉に俺は思わず息を飲んだ。結婚式で桜が舞う光景。それは俺も密かに憧れていたものだった。愛と同じ思いを持っていることが嬉しくて、自然と頬が緩む。俺もそう思ってた。愛の白むくに桜が似合うと思って。話しながら俺は愛の隣に並んで歩き始めた。これから二人で築いていく未来への期待に心が高鳴る。その時だった。愛の靴のヒールが側溝に引っかかり、体が前のめりにつまずいた。とっさに手を伸ばすものの、愛の体はすでに車道に向かって傾いていた。その奥から走ってくる大型トラック。俺の脳裏に最悪の光景がひらめく。考える時間はなかった。愛！俺は反射的に愛の体を抱き寄せ、そのまま彼女を歩道の内側に突き飛ばした。ギー！鋭いブレーキ音が響き渡る。だが、間に合わなかった。鈍い衝撃と激痛、視界が回転する。アスファルトに叩きつけられる感触。そして、愛の悲鳴。俊介さん！俊介さん！意識が遠のく中、一生懸命に愛の無事を確認しようとする。だが、体が言うことを聞かない。救急車を！誰か救急車を！愛の懸命な叫び声が徐々に遠ざかっていった。次に感じたのは白い天井、消毒液の匂い、そして全身を包み込む激痛。ベッドに横たわる俺のそばに白衣を着た男性が立っている。柏木さん、目が覚めましたか？男性の声が少しずつ鮮明になってくる。目を動かすだけでも痛みが走る。しばらくして彼が医者だと判断できた。はい。かすれた声で返事をすると、医師は静かに俺の状態を説明し始めた。交通事故による多発性骨折、内臓の損傷、そして脊髄への衝撃。俺の体は深刻なダメージを受けたらしい。生きていることが奇跡だと言われたほどだった。長期のリハビリが必要です。ただし。医師の表情が曇る。俺は最悪の事態を予感した。完治までの期間は未定です。少なくともしばらくは車椅子が必要になるでしょう。その言葉が重く胸に突き刺さる。どうやら俺は3日間意識を失っていたらしい。家族が見舞いに来てくれて、生きていてよかったと涙を流された。不安にさせて本当に申し訳ないと思う。なぜこんなことになったのだろう。たった数日前まで俺は最年少課長として部下たちを率い、愛との結婚式の日取りを心待ちにしていた。それが今は、いや、愛を守れたんだ。愛が今の俺と同じ状況になるよりずっといい。面会の方がいらっしゃっています。夕方、家族が帰った後にやってきた看護師の声に我に返る。ドアが開き、佐伯部長が入ってきた。部長、来てくださってありがとうございます。俺が挨拶した瞬間、佐伯部長の表情が一変した。普段の穏やかな面影はみじんもない。黙っていろ。え？低く抑えられた小姉に怒りが滲んでいた。佐伯部長は病室の中央まで歩み寄ると、俺のベッドを見下ろすように立ち止まった。お前に期待していたのに、車椅子生活だと？完治するまで一体どれだけかかるんだ？その言葉には失望と怒りが混ざっていた。俺は一生懸命に説明しようとする。申し訳ありません。ですが事故は。言い訳は聞きたくない。佐伯部長の声が一段と強まる。その目にはこれまで見たことのない激しい感情が宿っていた。お前に愛を任せられると思っていた。だがこんな状態では話にならん。理不尽な言葉に俺は言葉を失う。その時に考えられる最善の判断をしたのに、なぜそこまで責められなければならないのか。命を懸けてまで何をしたかったんだ？英雄気取りか？違います。ただ愛さんを。お前に期待していたんだ。出世も早いし仕事もできる。愛の将来を託せると思っていた。娘を守ってくれたことには感謝すべきなのかもしれん。だが結果はこれだ。佐伯部長は俺の体を上から下まで見渡し、嫌悪をあらわにした。自分の娘に介護なんかさせられるか？愛の人生を台無しにするつもりか？その声には娘への過剰な保護欲と俺への失望が混ざっていた。これまでの信頼や期待は
すべて幻だったのかもしれない。そんなつもりは。愛の将来を考えろ。まだ若いんだ。これから先、車椅子の夫の介護に人生を費やすことになるんだぞ。リハビリをすれば必ず。いつになるかわからないリハビリを愛に待てというのか？佐伯部長の怒声が病室に響き渡る。その声にはもはや理性的な判断は存在しなかった。ただ感情的な拒絶だけがそこにあった。愛を救ったことはむしろ俺の罪となった。皮肉なことに愛を守ろうとした行動が愛との未来を奪うことになる。部長の態度はその残酷な現実を突きつけていた。佐伯部長にとって娘の夫となる人物に求めるものは愛を守る勇気ではなく安定した将来だったんだ。その価値観の歪みに俺は言葉もない。その時ノックの音が響いた。ドアが開き愛が入ってきた。俺が目を覚ました知らせを聞いて来てくれたのだろう。深いため息を漏らしうつむいたままだった。愛、彼女も佐伯部長から俺と別れるように言われたのだろうか。愛は何と答えたのだろう。俊介さん、私からも話をさせて。俺は言葉を失う。これまで見たことのない冷たい表情。それはまるで他人のようだった。このままじゃ結婚は無理だと思ってる。どういう意味？婚約破棄でいいんじゃないかな。愛の態度はまるで業務的な報告のようだった。俺の頭の中が真っ白になる。待って、なぜそんな。よく考えたの。愛は俺の言葉を遮るように言った。俊介さんの回復がいつになるかわからない。車椅子生活がどれだけ続くのか誰にもわからない。でも、それは俺が愛を守ろうとしたから、恩着せがましいことを言うつもりはなかった。だが、俺の体を理由に、別れを告げられることには納得がいかない。それはそうだけど、結婚式もまともにできないし、俊介さん仕事もできないんじゃないかなって。結婚生活できる？その言葉に、俺の心臓が凍りついた。これまでの愛なら、どんな困難も二人で乗り越えようと言ってくれたはずだ。困難を前に逃げ出すような人ではなかったはずだ。けれど、目の前の愛は違った。父親の意向に従順に従い、まるで人事のように婚約破棄を告げる。本当に、そう思ってるの？俺の問いかけに、愛はあっさりうなずいた。そうか。一つだけ教えてほしい。俺が、愛を守ったことは間違いだったのか？その問いに、愛は首をかしげる。間違いじゃないわ。人を助けるのは当たり前のことだもの。もうダメだと思った。これ以上、彼女の顔を見るのも、声を聞くのも辛い。愛は俺の行動を、俺の今の状況を何とも思っていない。ただ、他人に起こった不運な出来事。ただ、それだけなのだ。もう話は済んだか？では我々は帰らせてもらう。さようなら俊介さん。お大事にね。ドアが閉まる音が全てを終わらせた。はっ。思わず苦い笑いが漏れる。守るべき相手に見放され、守った代償として全てを失う。この皮肉な運命にもはや言葉もない。ベッドに横たわったまま、俺は動かない体に歯を食いしばった。数日前まで二人で描いていた幸せな未来が、まるで嘘のように消え去っていく。点滴の先から落ちる水滴の音がやけに大きく聞こえた。退院から1週間後、佐伯部長から呼び出しを受けた。応接室に入ると、部長は冷ややかな目で俺を見た。車椅子に座る姿に明らかな嫌悪感が浮かんでいる。総務部資料管理課への移動を命じる。突然の言葉に俺は息を飲んだ。資料管理課は会社でも有名な窓際部署だった。理由だが、今の君では課長という重責を担える身体状況ではない。これは誰が見ても明らかだろう。佐伯部長は資料を広げ、まるで人事のように語り始めた。彼の言葉には、これまでの実績をすべて否定する冷たさがあった。しかし、部長、リハビリを続ければ、いつになるかわからないリハビリを会社が待つとでも。皮肉めいた笑みを浮かべながら、部長は紙を押し出した。辞令だ。来週から移動となる。抗議する言葉が見つからない。これが、娘を守った代償なのか。新しい部署は、想像以上に居心地が悪かった。柏木さん、
こちらの資料の整理を。課長は気を使うように声をかけるが、その目には明らかな同情が滲んでいた。かつての最年少課長が、まるで使い走りのように扱われる現実。柏木さん、お疲れ様です。同僚たちの言葉には、どこか距離感があった。誰もが俺を避けるように、必要以上に関わろうとしない。昼休憩、社員食堂で一人、机に向かっていると、後ろで囁き声が聞こえた。あの人、佐伯部長の娘婿になるはずだったんでしょ？でも事故ってかわいそうに。それで婚約破棄？そうじゃない？確かにあんな状態じゃね。心臓を刺すような言葉に箸が止まる。夜の残業時間、誰もいないオフィスで、俺は天井を見上げていた。窓の外には東京の夜景が広がっている。かつて、この景色を見ながら懸命に仕事をしていた日々が、まるで嘘のようだ。1ヶ月が経ち、俺は退職願いを提出していた。この場所で仕事をし続けたいと、思えなくなっていたのだ。退職後、俺はアパートに引きこもるようになっていた。外に出る気力も、人と会う勇気も失っていた。このまま、すべてを諦めてしまいたい。そんな気持ちが、日に日に強くなっていく。そんなある雨の午後、チャイムが鳴った。どなたですか？佐伯です。その声に心臓が跳ねる。しかし、それは愛の声ではなかった。ドアを開けると、そこには見覚えのある女性が立っていた。愛の姉、彩さんだ。愛の家へ挨拶に行った時に初めて会い、それからも何度か顔を合わせている。お久しぶりです、修介さん。彩さんは優しく微笑んだ。その表情には、これまでの佐伯家の人々とは違う温かみがあった。お久しぶりです。どうしてここに？俺は車椅子に座ったまま、戸惑いを隠せずに尋ねた。彩さんは雨に濡れた傘を畳みながら、申し訳なさそうな表情を浮かべた。突然の訪問すみません。実は、愛との婚約破棄のこと、つい最近知ったんです。私、3ヶ月前からロンドン出張で、帰国したのが先週で、父と愛が何をしたのか全く知らなくて。彩さんの声には悔しさが滲んでいた。経緯を知って、いても立ってもいられず、二人の非常な対応、本当に申し訳ありません。そう言って、彩さんは深々と頭を下げた。俺は慌てて両手を振る。彩さん、そんなに謝らないでください。彩さんは何も。いいえ、私の家族が、父と妹の行動を止められなかった私にも、責任があります。彩さんの声から一生懸命な感情が読み取れる。彼女は愛との共通の知り合いから事故と婚約破棄の顛末を聞き、すぐに俺のアパートに来てくれたそうだ。修介さん、家族がしたこと、到底許せるものではありません。せめてもの償いとして、私にできることがあったら何でも言ってください。彩さんの言葉に俺は思わず目を伏せた。佐伯家の人間にこんな優しい言葉をかけられるとは思ってもいなかった。むしろ、愛や部長と同じように冷たい態度を取られることを覚悟していた。いえ、そんな。彩さんがそこまでする必要はありませんよ。恐縮して言葉を濁す俺に、彩さんは真剣な表情で首を横に振った。俺の言葉を遮るように、彩さんは一歩前に踏み出した。そして、はっきりと言った。修介さん、あなたは父と愛に裏切られ、理不尽な仕打ちを受けた。それは間違っています。人を助けることは正しいことですから。その言葉に、俺の胸が締め付けられた。俺を理解して、歩み寄ろうとしてくれる人がいる。そのことが、どれほどありがたいか。私にできることをさせてください。でなければ、私が我慢ならないんです。偽善だと思われても構いません。罪滅ぼしのつもりでもありません。ただ、私が、あなたを放っておけないんです。彩さんの真摯な眼差しに、俺は言葉を失った。断る理由が見つからない。というより、心のどこかで、この優しさにすがりたいと思っていた。わかりました。ありがとうございます。ですが、あまり無理はしないでください。俺がようやくうなずくと、彩さんは少しほっとしたような笑みを浮かべた。それは、この数ヶ月で見た中で、最も温かい笑顔だった。その日から、彩さんは定期的に俺のアパートを訪れるようになった。最初は週に一度だったが、徐々に頻度が増えていった。修介さん、お掃除させてくださいね。
あやさんは来るたびに部屋の掃除や整理を手伝ってくれた。慣れない車椅子生活のため、まともに動けず、引きこもりがちだった俺の生活は、徐々に秩序を取り戻していった。今日はお昼ご飯を作ってきました。手作りの弁当を差し出すあやさんの笑顔に、俺は何度も恐縮した。しかし、その優しさは決して押し付けがましくなく、自然と心に染み込んでいった。あやさん、いつも気を使わせてすみません。ある日、俺は思い切って言った。あやさんは首をかしげ、不思議そうな表情を浮かべる。気を使うなんてとんでもない。これは私が望んでやっていることです。その言葉に偽りはなかった。あやさんの行動には、すべて純粋な思いやりが込められていた。あやさんの支えは、徐々に俺の心を変えていった。引きこもりがちだった生活から、少しずつ外に目を向けるようになった。俊介さん、これを見てください。ある日、あやさんはノートパソコンを開き、在宅でできる仕事の求人を見せてくれた。データ入力や文書作成など、車椅子でも十分にこなせる仕事だった。私の知り合いの会社なんです。在宅ワーカーを募集しているって。あやさんの提案は、俺の心に新しい可能性を示してくれた。かつての経験を活かせる仕事。それは、失っていた自信を取り戻すきっかけになるかもしれない。でも、俺にできるか。不安を覗かせる俺に、あやさんは力強くうなずいた。俊介さんなら絶対にできます。経験も能力も十分お持ちです。その言葉には、単なる励ましではない、本心が込められていた。面接はオンラインで行われ、俺は採用された。在宅での経理業務、以前の経験が評価されたのだ。よかった。おめでとうございます、俊介さん。あやさんは心から喜んでくれた。その笑顔に、俺も自然と笑みがこぼれた。仕事が始まると、あやさんはさらに顔を出すようになった。パソコンの設定を手伝ってくれたり、必要な備品を買ってきてくれたり、その献身的な姿に、俺は申し訳なさと同時に、深い感謝の念を抱いていた。あやさん、こんなに時間を割いてもらって、他の予定は大丈夫なんですか？ある日、俺は気になっていたことを尋ねた。仕事は、生活は、様々な心配が頭をよぎる。あやさんは少し照れたように微笑み、髪を耳にかけながら答えた。実は私、漫画家なんです。その意外な告白に、俺は驚きを隠せなかった。今は家を出て、一人暮らししているんです。だから、自分のペースで仕事ができるんですよ。俊介さんのところに来るのも、全然問題ありません。漫画家、すごいですね。素直な感想を口にすると、あやさんは少し恥ずかしそうに笑った。大した作品は書けてないんですけどね。でも、好きな仕事ができて幸せです。その言葉から、自分の道を歩む眩しさを感じた。佐伯家の長女でありながら、自分の夢を追いかける勇気。その行動力と姿勢は、俺にとって大きな励みとなった。どんな漫画を描かれているんですか？自然な流れで、俺は質問した。あやさんの仕事について、もっと知りたいと思った。桜の木の下の約束という作品を連載させていただいています。その言葉に、俺は思わず身を乗り出した。桜の木の下の約束ですか？アニメ化された。驚きのあまり、声が裏返りそうになる。桜の木の下の約束は、現在連載中の人気少女漫画だ。ファンタジー要素を織り交ぜながら、主人公の少女が、自分の夢を追いかける姿を描いた作品。キャラクターが魅力的で、世界観が美しい。アニメ化され、さらに実写ドラマ化も決定したと聞いていた。まさか、あやさんが作者さんだったなんて。俺の驚きようを見て、あやさんは照れたように微笑んだ。俊介さん、ご存知なんですね。嬉しいです。実は、昔は漫画家になんてなれると思っていませんでした。そう言って、あやさんは少し表情を曇らせた。その瞳に、かつての苦悩が映し出される。妹と比べてブス。存在が地味。そんな言葉を愛から何度も投げかけられていたという。佐伯家の長女としての立場。常に妹と比較され、貶められ続けた日々。愛は小さい頃から可愛くて、才能もあって、父も母も愛を中心に物事を決めていました。あやさんの言葉には深い傷跡が刻まれていた。容姿へのコンプレックスは日に日に強くなり、ついには
実家に引きこもる時期もあったという。就職して普通の OL になりました。漫画家という夢なんて私には到底無理で、両親が納得するはずがないし。その言葉に胸が締め付けられる。愛の陰で常に自分を否定せざるを得なかった綾さん。その痛みは想像以上に深いものだったに違いない。でも修介さんが。綾さんは少し潤んだ目で俺を見つめた。俺？覚えていらっしゃいますか？3年前初めてお会いした時。もちろん覚えている。愛の実家に挨拶に行った日のこと。その時、綾さんは確かに会社員として働いていた。その日の夕方、私が片付けていた本棚からスケッチブックが落ちてきて、修介さんが拾ってくださって。そうだ、佐伯部長が仕事の件で席を外した時、俺は居間に残っていた。愛も愛のお母さんもお茶のおかわりを入れに行っており、リビングには俺と綾さんだけになった。その時、本棚の整理をしていた綾さんのスケッチブックが床に落ち、中から何枚もの漫画のネームがこぼれ出たのを覚えている。それを手伝って拾い上げた時、俺は思わずその内容に見入ってしまった。一瞬だけ見えた主人公の少女が周囲の反対を押し切って自分の夢を追いかけようとする物語。今思えば、それは綾さん自身の姿を投影したものだったのかもしれない。私、慌てて隠そうとしたのに、修介さんが。すごい。絵も物語もすぐに引き込まれました。俺結構いろんな小説や漫画を読むんですけど、こんな展開初めてかもしれない。続きが気になって仕方ないですよ。その時、俺は心からそう思っていった。一目見て、絵のうまさに驚いたのだ。彼女の画力により、登場人物たちの感情がまっすぐに心に響いてきた。その一言で、私、勇気が出たんです。綾さんの目から一筋の涙が伝った。誰にも褒められたことがなかった。むしろ、そんな暇があるなら、もっと役に立つことをしろって言われてばかりで。その後、綾さんは密かに漫画を描き続けたらしい。会社の仕事を終えた後、深夜まで原稿に向かう日々。そして、原稿が完成すると、勇気を出して出版社に持ち込んだそうだ。最初は全然ダメでした。でも、修介さんの言葉を思い出して、何度も何度も書き直して、そうして生まれたのが桜の木の下の約束なんです。主人公の少女が周囲の偏見や反対を乗り越えて自分の夢を追いかける物語。それはまさに私の人生そのものなんです。そうだったんですか。俺が綾さんの勇気の後押しをしていたなんて。私の漫画読んでくださっていましたか？その問いに俺は正直に答えた。はい。きっかけは愛に勧められたからなんですけど、今は毎月楽しみに読ませていただいています。主人公の純奈が周りに流されず、自分の道を進もうとする姿に何度も励まされました。その言葉に、綾さんの目が輝いた。そう言っていただけて、本当に嬉しいです。ずっと自分には何もないと思っていました。愛のように可愛くもないし、才能もない。でも、修介さんの一言で、私は変われた。自分の中にある小さな光を大切にしようって思えたんです。自分の夢を追いかけ、それを実現させた綾さん。その姿はとても凛々しい。綾さんすごいです。周りに反対されても夢を諦めなかった。俺もあなたみたいな勇気が欲しいです。俺の言葉に綾さんは首を横に振った。いいえ、それは修介さんも同じです。事故に遭って大切なものを奪われても前を向こうとしている。その強さは私の比じゃありません。その言葉には深い共感と理解が込められていた。二人ともそれぞれの形で人生の困難と向き合い、それを乗り越えようとしている。私、これからも頑張ります。修介さんにももっと素敵な物語を届けられるように。綾さんの決意の言葉に俺は心からうなずいた。彼女の漫画には読む人の心を温める力がある。それは綾さん自身が持つ優しさそのものなのかもしれない。ありがとうございます。俺もこれからの人生前を向いて歩いていきたいと思います。その言葉に綾さんは満面の笑みを浮かべた。それから俺と綾さんの距離は自然と縮まっていった。修介さん、今日の原稿の締め切りがあるので少し遅くなるかもしれません。
あやさんからのメッセージに俺は思わず微笑んだ。彼女は忙しい中でも必ず連絡をくれる。その気遣いにいつも心が温かくなる。大丈夫ですよ。無理はなさらないでください。返信を送りながら胸の中で何かが膨らむのを感じた。最初は同じ傷を持つ者同士として始まった関係。しかし今ではあやさんの存在が特別なものになっていることに気づいていた。お待たせしました。その日もあやさんは疲れた様子で俺のアパートを訪れた。それでも彼女の笑顔は優しい。今日はカレーを作ってきました。手作りの料理を差し出すあやさんに俺は感謝の言葉を伝えた。最近はこうして一緒に夕食をとることが増えている。あやさんは本当に優しいですね。ふと素直な気持ちを口にした。え？あやさんは少し驚いたような表情を見せる。その仕草がどこか愛らしく感じられた。私なんて、ただ、俊介さんと一緒にいたいだけです。その言葉に俺の心臓が大きく跳ねた。あやさんの方がかすかに赤みを帯びている。実は、私、あやさんは決意を固めたように俺を見つめた。俊介さんのことが、好きです。静かに、しかし確かな声で告白するあやさん。その瞳には迷いのない強さが宿っていた。あやさん、俺は真剣な眼差しで彼女を見つめ返した。俺もあやさんが好きです。その言葉にあやさんの目に涙が浮かんだ。本当にいいんですか？俊介さんは、愛と。それは過去の話です。でも私、愛みたいに可愛くないし。あやさんは容姿にコンプレックスがあるみたいですが、俺にとってはあやさんも美しいです。それに誰かと比べる必要なんてありません。俺はあなただから好きなんです。俊介さん。あやさんにはあやさんにしかない輝きがある。夢を追いかける勇気も優しさも全部が俺は大好きです。車椅子に座ったまま俺はあやさんの手を優しく握った。ありがとうございます。でも、父が許してくれるでしょうか？構いません。たとえ反対されても俺はあやさんと一緒に歩んでいきたい。その言葉にあやさんは深くうなずいた。私も俊介さんと一緒ならどんな困難も乗り越えられる気がします。二人の思いが重なり合う瞬間、それは新しい人生の始まりを告げるものだった。結婚の決意を固めた二人はまずあやさんの両親に報告することにした。父がどう反応するか。あやさんの声には不安がにじんでいた。前回の婚約破棄の件を考えれば当然の心配だった。一緒に立ち向かいましょう。その日、佐伯家を訪れた時の緊張は今でも鮮明に覚えている。なんだって？予想通り、佐伯部長の声は冷たかった。また私の娘を不幸にするつもりか？違います。今度は毅然とした態度で答えた。あやさんと私はお互いを理解し支え合っています。二人で新しい人生を歩んでいきたいんです。お父さん？あやさんの声が強く響く。私は俊介さんと結婚します。これは私自身の意思です。その言葉にはかつての臆病な娘の面影はなかった。そこにいたのは自分の人生を自分で決める覚悟を持った一人の女性だった。私たちはもう子供じゃありません。お互いを思い合い支え合って生きていく。それが私たちの選んだ道です。あやさんの言葉に佐伯部長は呆れとも取れるため息をついた。勝手にしろ。了承とも否定とも取れない言葉。それでも一応は認めてもらえたと解釈し、俺たちは結婚式を行うことに決めた。結婚式当日、桜が舞う春の日差しに包まれた教会で、俺とあやさんの結婚式は粛々と進んでいた。白むくに身を包んだあやさんの姿に思わず息を飲む。いつもは控えめな彼女が、今日は自信に満ちた笑顔を浮かべている。その姿は、まるで漫画の主人公のように輝いていた。あやさん、本当に綺麗です。車椅子に座ったまま、俺は心からそう思った。あやさんは少し頬をあからめながら、静かにうなずいた。式は滞りなく進み、いよいよ、両家の挨拶の時間となった。最初に、俺の両親が立ち上がり、温かい言葉を送ってくれた。続いて、佐伯部長が立ち上がった瞬間、会場の空気が一変した。本日は皆様お集まりいただき、
ありがとうございます。佐伯部長の声はいつもの低く落ち着いたトーンとは違っていた。嫌な予感がして、俺の背筋が凍りついた。しかし正直申し上げて、部長は一旦言葉を切り、俺を見下ろすように視線を向けた。柏木くんは車椅子生活ですからね。今後が思いやられます。その言葉に会場が静まり返った。招待客たちの間で小さなざわめきが起こる。綾さんが俺の手を強く握りしめた。その手がわずかに震えているのが分かった。彼はうちの娘に一生自分の介護をさせる気なのでしょうか。佐伯部長の声がさらに冷たさを増す。お涙頂戴の物語で娘をたぶらかして。まったく、引きこもり同士、お似合いですね。嫌味たっぷりの言葉。佐伯部長は、かつての綾さんの引きこもり生活を、よりにもよって結婚式で暴露したのだ。その瞬間、綾さんが立ち上がった。白むく姿のまま、ゆっくりとマイクの前に進む。その姿は、とても堂々としていた。お父様？綾さんの声は、静かでありながら、芯の通った響きを持っていた。私のことは、どう言われても構いません。引きこもりだった過去も、すべて、事実です。一呼吸置いて、綾は続けた。でも、修介さんのことを悪く言うのは許せません。その言葉には、これまで見たことのない、闘志が込められていた。お父様は、修介さんの今の仕事をご存知ですか？佐伯部長の表情がわずかに動く。彼は今、霧越真一というペンネームで活動している小説家です。会場に小さなざわめきが広がる。霧越真一。それは今、出版業界で最も注目されている新進気鋭の作家の名前だった。修介さんは在宅でデータ入力の仕事をしながらずっと温めていた小説の構想を形にしていきました。毎日仕事の合間を縫って一文字一文字丁寧に物語を紡いでいったんです。俺はその時のことを鮮明に思い出していた。データ入力の仕事を終えた後、深夜まで原稿に向かった日々。小説投稿サイトに作品をアップロードする時の緊張。そして予想もしなかった反響。彼の小説、青い海の調べは、ネット投稿からわずか半年で1000万 PV を突破しました。出版された単行本は、すでに100万部を超える大ベストセラーです。綾の言葉に会場の空気が変わる。数人の招待客がスマートフォンで霧越真一の名前を検索し始めた。お父様、修介さんは決して誰かに同情を求めているわけではありません。介護も必要はありません。彼は自分の力で新しい人生を切り開いたんです。綾は俺の方を振り返った。その瞳には深い愛情と誇りが満ちていた。私が修介さんと出会って気づいたんです。人は誰でも再出発できる。たとえ周りから否定されても自分の中にある光を信じれば必ず道は開けると。その言葉に俺は胸が熱くなった。綾は再び佐伯部長に向き直る。修介さんを見下すのはもうやめてください。彼は私の誇りです。そして私が選んだ人生の伴侶なんです。確かに修介さんは車椅子の身です。でもそれは何の問題もありません。私たちは互いを理解し支え合って生きていくんです。その時、会場の後方で誰かが拍手を始めた。それはまるで合図のように次々と拍手の輪が広がっていく。佐伯部長は言葉を失ったように立ち尽くしていた。その表情には明らかな動揺が浮かんでいる。修介さん。綾が俺の前に歩み寄り、車椅子に座る俺の手を優しく握った。顔から血の気が引いている佐伯部長がパクパクと口を開閉させている。嘘だ。霧越先生って、お前だったのか。佐伯部長の声が震えている。俺はしっかりとうなずいた。俺の小説は、今では元勤めていた会社、つまり佐伯部長の会社の出版部門で扱っている目玉商品だ。言葉が途切れる。佐伯部長は完全にうろたえていた。娘の強さに、そして娘が選んだ相手の本当の姿に初めて気づいたらしい。前の会社にバレたくなかったので、ペンネームでの活動を選びました。それに、一呼吸置いて続ける。仕事は仕事として割り切ってきたつもりでした。御社との契約も純粋にビジネスとして捉えていました。しかし、佐伯部長の表情がこわばる。彼は俺の言葉の続きを察したようだった。
今日の式での態度を見て、決意を固めました。俺はポケットから一通の封筒を取り出した。それは万が一の時のために朝方用意していたものだ。これは御社との契約の解除通知です。待ってくれ。突然の声に会場が揺れる。佐伯部長がマイクを掴んだ。綾、お前は今まで育ててもらった恩をあだで返すつもりか？その声には怒りよりも焦りが滲んでいた。お父様？綾の声は静かでありながら芯が通っていた。私も修介さんも感謝はしています。今まで育ててくれて本当にありがとうございました。その言葉に佐伯部長の表情が和らぐ。しかし次の言葉で彼の顔は再びこわばった。ですが、仕送りはずっと続けていましたよね。恩をあだで返すようなことはしていません。え？佐伯部長の声がかすれた。今までの動揺をごまかしたり、とぼけている様子はない。純粋に戸惑っているように見える。仕送り、何のことだ？家計が苦しいって愛が言うから、毎月30万円ずつ愛の口座に入金していたんだけど。会場にざわめきが広がる。綾さんも何かおかしいと思ったのか、マイクを外した。私の仕送りのこと知らないの？知らない。佐伯部長が首を横に振る。あの子、お金に困ってるなんて言ってたの？佐伯夫人の声には明らかな動揺が滲んでいた。会場の後方で小さな物音がした。振り向くと、そこには愛が立っていた。会場から出て行こうとしたのか、扉に手をかけている。しかし、綾さんに呼び止められた。愛。何？どういうこと？愛の目が泳いでいた。私だって生活があるじゃない？お洋服だって必要だし、エステだって行かなきゃいけないし。言い訳めいた言葉を並べる愛。その姿は、かつての凛とした彼女とは別人のようだった。会場からは、呆れたようなため息が漏れる。招待客の間で小さな囁き声が交わされていく。まさか、実の姉から毎月30万も。それであんなブランド品を身につけていたのね。就職したての子が、あの派手な暮らしは変だと思ってたのよね。愛の行為に対する周囲の非難の声が次第に大きくなっていく。愛、お前、綾を騙して金を巻き上げていたのか？佐伯部長の声が怒りに震えている。だって、お姉ちゃんばっかり。漫画家になれて、人気作家になって、私だってそれなりの生活がしたいじゃない。愛の叫び声が会場に響き渡る。それなりの生活？俺の父が式の来賓席から立ち上がった。普段は温厚な父が珍しく厳しい表情を浮かべていた。姉の才能を妬み、その成功につけ込んで金を搾取する。そんな行為が君の言うそれなりの生活なのか？それは愛は反論できずにうつむく。会場のあちこちから愛を非難する声が止まない。実の姉からそんな大金を。詐欺じゃないのこれ。よく平気な顔して式にまで来られたわね。佐伯夫人は椅子に崩れるように座り込んでしまった。佐伯部長も肩を落としてうなだれている。佐伯さん。父が佐伯夫婦に向かって語りかける。あなた方は何を大切にして生きてこられたのですか？その問いかけに佐伯部長は言葉を失う。愛もその場に座り込んだまま顔を上げることができない。地位、名誉、見た目の華やかさ。確かに、それらは人生において意味のあるものかもしれません。しかしそれらは本当に人として最も大切なものなのでしょうか？続いて愛の方を見た。愛さん、あなたはなぜそこまでして金が必要だったのですか？高級ブランド品、エステ、贅沢な暮らし。それらは本当にあなたの人生に必要不可欠なものだったのでしょうか？愛はただうつむいたまま答えない。しかし、その手は小刻みに震えていた。また、佐伯さん。あの事故の時、修介は命を賭して愛さんを守った。その行為をなぜ正しく評価できなかったのですか？佐伯部長は答えない。答えられる言葉が見つからないのかもしれない。人は誰しも間違いを犯します。でも、その間違いに気づいた時、どう向き合うかが重要なんです。今、この場で明らかになった真実。この現実から目を背けてはいけない。綾さんはプロの漫画家として成功を収めました。
読者の心を動かす物語を生み出し、多くの人々に感動を与えている。その才能は決して偶然の産物ではありません。父は、綾さんに優しい眼差しを向けた。毎日深夜まで原稿に向かい、締め切りに追われながらも決して諦めない。その努力の上に今の成功がある。それは誰にも否定できない事実です。そして俊介。彼は車椅子の身となっても新しい道を切り開いた。それどころかベストセラー作家として多くの読者の心を揺さぶる物語を生み出している。俺は思わず目を伏せた。父の言葉には俺への誇りが込められていた。お金や地位、そういったものは確かに大切かもしれません。でももっと大切なものがある。人としての誠実さ、努力する心、そして何より愛する人のために尽くす勇気。佐伯さん、あなた方は本当の宝物を見失っていた。目の前の華やかさに目を奪われ、大切なものが何かわからなくなっていた。佐伯部長は深く目を閉じた。愛さん、あなたはお姉さんの優しさを踏みにじった。そして俊介の命を賭した行為さえも軽んじてしまった。父の言葉に愛は再び顔を伏せる。会場に重い沈黙が流れる。父の言葉の重みがすべての人の心に深く刻まれていった。誰もが言葉を失っていた。父の諭しの言葉に反論の余地はみじんもない。佐伯さん、これからどうすればいいかわかりますか？父の言葉にようやく部長は重い口を開いた。愛、お前の行為は完全な背信行為だ。今まで甘やかしてきた私たちにも責任はある。だが、もうこれ以上の甘えは許さない。それと、綾から騙し取った金は全額返済しなさい。その言葉に愛は小さくうなずいた。反論する気力も余地もない。結婚式はその後粛々と進められた。波乱の幕開けとなったが、かえって全ての思いが明らかになったことで、清々しい雰囲気に包まれていた。それから3ヶ月が経った。俊介、ただいま。仕事から帰ってきた綾が明るい声で呼びかける。俺は原稿の手を止めて、玄関に向かって車椅子を進めた。おかえり綾。結婚してからの生活は、穏やかな日々の連続だった。綾は相変わらず漫画家として活躍し、俺も小説家としての道を着実に歩んでいた。二人とも在宅で仕事ができるため、自然と生活リズムも合っていた。夕食が済んだ後、綾がこんな提案をした。私たちの経験、本にしない？その提案に、俺は一瞬戸惑った。だが、言われてみれば、俺たちの経験は得意なものだ。家族の歪み、裏切り、そして再生。家族ってなんだろう。血のつながりは大切。でも、それ以上に大切なものがある。そんなメッセージを私たち二人で伝えられたら。綾の瞳が決意に満ちている。俺が原案を、綾が漫画をってこと？綾は大きくうなずいた。そう、二つの視点から描く。きっと同じような悩みを抱える人の支えになれる。うん。いいアイデアだと思う。やろう。漫画は半年ほどで完成した。俺も綾もすでに知名度が高かったことで発売前から話題性はあった。それでも発売から1週間経つと予想をはるかに超える反響があると分かった。家族の本質を考えさせられた。実の娘を差別する親の醜さに胸が痛んだ。二人が真実の愛を見つけたことに涙が止まらない。SNS や漫画のレビュー欄には次々とコメントが投稿され、テレビでもたまに紹介された。俺たちの漫画はそのリアルさや逆境を生き抜くストーリーによって多くの読者の心を揺さぶった。同時にその反響は予期せぬ事態を引き起こした。実の娘を差別する親なんて最低。妹の詐欺行為を徹底的に追及すべき。インターネット上で佐伯家に対する批判が押し寄せたのだ。もちろん漫画の中では実名を出してはいない。それでも佐伯家を知っている人は少なからずいる。事情を知っている誰かからこの漫画のモデルが佐伯家であることが広まっていった。SNS で愛や佐伯夫妻の名前が上がり、家だけでなく彼らの職場にまで非難の連絡が届いたらしい。その結果、俺への不当な対応が会社全体の知るところとなり、佐伯部長はしばらく自宅謹慎となったらしい。そして愛は周囲からの非難の目に耐えきれず自主退社したそうだ。そのことを
元同僚から教えてもらった数日後、佐伯夫妻が訪ねてきた。佐伯部長の顔には深い疲労が刻まれ、佐伯夫人は化粧っ気のない素顔で現れた。あや、修介さん。義母は俺たちの顔を見るなり、言葉を詰まらせた。その手には、綾の漫画が握りしめられている。表紙はすでにシワだらけで、何度も読み返した後が生々しい。漫画読んだの？綾の声は意外なほど冷静だった。ええ、何度も。佐伯夫人は神戸を深く垂れた。それで、そのせいで、お父さんや愛を追いやった私に文句を言いに来たの？違う。佐伯夫妻が揃って否定の言葉を口にした。しばしの静寂の後、佐伯夫人が続ける。私ね、あなたがこんなに苦しんでたなんて全然気づかなかった。いえ、気づいてたのに見て見ぬふりをしてた。父は黙ったまま肩を落としている。かつての威厳も傲慢さももはやどこにも見当たらない。もういいの？綾の声ははっきりとしていた。今更謝られても過去は変わらない。それに、私は今幸せだから。その言葉に佐伯夫妻が顔を上げる。修介がいて、自分の仕事があって、今の私にはもう十分すぎるほどの幸せがあるの。綾は振り返り、両親をまっすぐに見つめた。だから、関係を作り直したいと思ってくれるなら、今までのことはもういいから、一からやり直しましょう。あや、ごめんなさい。本当にごめんなさい。佐伯夫人の声には、純粋な後悔と謝罪の念が込められていた。柏木くん。今度は佐伯部長が俺に向き直った。君と綾の漫画を読んで、ここまで追い込まれて私は初めて気づいた。家族とは何か、愛情とは何か、そして自分たちがどれほど愚かだったのかを。そうですか。愛を甘やかしすぎた。そしてお前を傷つけていた。君の命がけの行動も正しく評価できなかった。親としても上司としても、一人の人間としても未熟だった。許してくれとは言えない。ただすまなかった。そして、愛を助けてくれてありがとう。佐伯部長は膝をついて深々と頭を下げた。俺は車椅子を動かし、部長の隣に行く。今の俺は、綾という強い支えを得て、自分の道を歩めるようになりました。自分も、彼女と同じ気持ちです。これからは、新しい関係を築いていきましょう。過去は過去として。すまない。ありがとう。佐伯夫妻は、静かに涙した。俺たち4人の間に流れる沈黙は、もはや重苦しいものではなかった。それからさらに半年が経った頃だった。リハビリの成果が出始め、俺は松葉杖を使って少しずつ歩けるようになっていた。まだ完全とは言えないが、車椅子だけの生活から前進できたことが嬉しかった。今日も公園で練習してくるよ。綾に声をかけながら、俺は松葉杖を手に取った。本当に私も行かなくて大丈夫？うん、少しだけだし。綾は締め切りが近いんだから、原稿に集中しててよ。わかったわ。気をつけてね。無理は禁物よ。原稿に向かいながらも、綾は心配そうな目を向けてくる。その優しさが俺の心を温める。公園に着くと、いつものように手すりを使って歩行練習を始めた。今日は天気が良く、散歩にもリハビリにもうってつけだ。一歩、また一歩。声に出しながら慎重に足を進める。リハビリを始めた頃に比べれば、かなり安定して歩けるようになった。綾は無理はしないようにと言ってくれる。だが、早く一人で歩けるようになって、綾の負担を減らしたいのだ。兆しは見えている。頑張ろう。きっとできる。調子よく、交互に足を踏み出している時だった。突然、左足に激痛が走る。うわっ！バランスを崩した体が前のめりに傾いた。手すりを掴もうとするも、指先が空を切る。危ない！突然後ろから誰かが駆け寄り、俺の体を支えてくれた。俺は転倒を免れた。誰のおかげかと確認する必要はなかった。その声は聞き慣れた懐かしいものだったからだ。大丈夫？修介さん。愛。振り向くとそこには愛が立っていた。かつての華やかな彼女の面影は消えて、素朴な私服姿に目の下にはクマができている。明らかに疲れた様子が伺える。あまりの変わりように言葉を失う。最後に会ったのはあの結婚式の日。それ以来一度も顔を合わせていなかった。
ここでよく練習してるのね。まあ、それ以上の言葉が見つからず、だからといって、簡単には立ち去れない。俺たちの間に気まずい沈黙が流れる。愛は、ベンチに腰掛けるのを手伝ってくれた。実は、ここ最近、時々見かけてたの。え？俊介さんが一生懸命リハビリしてる姿を。でも、声をかける勇気がなくて。そうか。私ね、今、コンビニでバイトしてるの。朝と夜のダブルワーク。派手な生活は全部やめて。愛の声には後悔の色が濃い。俊介さんと姉さんの漫画読んだわ。何度も、何度も。愛の目から涙がこぼれ落ちる。私、ずっと姉さんに嫉妬してたんです。私の方が可愛いのに、学校の先生も友達も、みんな姉さんばっかり評価する。両親だけは味方だったけど、それも正当なものじゃないって分かってた。姉さんは家を出ても、自分の力で夢を叶えて、対して私には何もない。悔しかったの。震える声で愛は続けた。上の子は会社員でも漫画家でもやっていけてるのに、あの子は愛嬌だけねって、親戚の間で陰口を言われてるのも聞いたわ。だから、本当に見てくれだけの人間になってやろうって、ひねくれるようになった。席を切ったように、愛の懺悔の言葉が溢れ出す。だから、人の気持ちを考えられなくなっていった。俊介さんは私を守るために命を懸けてくれたのに、あの時の私は、あまりにも人事になっていた。結婚式の後も、お金をせびるのをやめられなかったし。今、お金も人のぬくもりもない生活をしてやっと分かったの。私の中にあった歪んだ価値観。お金や見た目だけが全てじゃないって、二人の漫画を読んで自分の醜さに気づかされた。愛は深々と頭を下げた。本当にごめんなさい。そして、姉さんのこと、よろしくお願いします。その言葉には、純粋な謝罪の気持ちと、姉を思う妹としての愛情が込められていた。愛。俺は愛の変化を感じ取っていた。これは演技ではない。心からの反省と、新しい人生を歩もうとする決意が伝わってくる。その日の夕方、俺は松葉杖を使って慎重に帰宅した。玄関を開けると、漫画の原稿に向かう綾の後ろ姿が見えた。ただいま。お帰りなさい。綾は振り返り、俺の表情に何かを感じ取ったのか、原稿から目を離した。何かあったの？その問いに、俺は深く息を吐いてから切り出した。実は、公園で愛に会ったんだ。一瞬、綾の手が止まる。原稿用紙を持つ指に緊張が走ったのが分かった。愛に会ったの？綾の声には驚きと戸惑い、そして何とも言えない感情が混ざっていた。俺は説明した。愛の姿、心からの謝罪、そして姉を思う気持ち。本当に変わったと思う。あの様子は演技じゃない。心からの反省と、新しい人生を歩もうとする決意が伝わってきたよ。そう。綾は小さくつぶやいた後、ふと思い出したように立ち上がり、本棚から一冊のスケッチブックを取り出した。実は、新しい漫画のプロットを考えてたの。そう言って、スケッチブックを開く。そこには、姉妹の物語の構想が描かれていた。実の姉妹が、すれ違いや誤解を乗り越えて、本当の絆を取り戻すまでの物語。それって、いつか愛と仲直りできたら、その時はこの物語を書きたいって思ってた。俺は綾の横顔を見つめ、妹への複雑な感情を抱えながらも、どこかで和解を望んでいた姉の思い。それは、このスケッチブックの中に、確かな形となって残されていた。書けると思う。俺は静かに、しかし確信を持っていった。愛は本当に変わろうとしている。そして綾も、妹のことを思い続けていた。二人の物語はきっと書ける。綾は俺の言葉に小さくうなずいた。その目には、かすかな涙の輝きが見えた。それから1ヶ月が経った頃、俺のリハビリは驚くべき進展を見せていた。柏木さん、素晴らしい進歩です。リハビリ担当の医師が満面の笑みで告げる。このペースなら、もうすぐ松葉杖なしで歩けるようになるでしょう。俊介！綾が駆け寄ってきて、俺を抱きしめる。そのぬくもりに、さらに涙が溢れた。ありがとう、綾。ここまで来られたのは、君のおかげだ。綾は首を横に振った。
これはすべてあなたの努力の結果よ。俺たちの人生はまだ続いている。漫画家や小説家としても、愛との関係も、これからが本番なのかもしれない。でも不安なことはない。どんな困難が待ち受けていても、必ず乗り越えられる。なぜなら、本当の愛情を知り、信じることができたから。ここからが、俺たちの人生の第2幕。希望に満ちた、優しい物語の始まりなのだ。